いうセッションに、なります。ちょっと最初英語でちょっとかっこよく書いてみたんですけど、私にちょっと英検3級で実はあんまり得意ではないので、日本語タイトルでですね、サイトの方には掲載をさせていただいております。How will you grow as a developer というタイトルですね。開発者としてどう成長するかというタイトルで、これから45分ほどお時間をいただきまして、皆さんと一緒にですね、学びを深めていけたらいいなと思います。早速ありがとうございます。和樹太田さんですね、わいわいとコメントいただきました。皆さんもぜひ気軽にですね、このチャット欄だったりだとか、あとはですね、ツイッターの方も見ておりますので、そちらの方にもコメントいただけると、大変ありがたいです。議論をいろいろ深めていけたらいいなと思っております。では、早速始めていきたいなと思います。ありがとうございます。素晴らしいリアクションですね。はい。45分ですからね、小学校の授業と同じぐらいかな。まあまあな長丁場になりますので、本当に、ゆるく、飲食しながらですね、そろおやつの時間にも被ってきますので、ゆっくり、過ごしていけたらいいなと思います。はい。じゃあ、こちらになりますね。How will you grow as a developer? 開発者としてどう成長するかというセッションで、お送りさせていただきます。私、こういったものです。先にちょっとこちらですね。私、こういったものです。本名は、小田翔平と申します。小田翔というあだ名でですね、もうずっともう高校生ぐらいからですね、小田翔というあだ名でですね、今ビジネスネームとして、日々ですね、開発者コミュニティの、皆さんとですね、コミュニティ運営のサポートをしたりだとか、一緒にコミュニティしたりだとか、こういった形でですね、皆さんにお話しさせていただいたりだとか、もろもろの活動をしておりますと。はい。で、ツイッターだとか、フェイスブック、あと、リンクドインなどを載せさせていただいておりますので、ぜひ気軽にですね、フォローだったり、お友達申請していただけると嬉しいです。ですね、右上にですね、MS ビルドと JPC-TS01 というですね、ハッシュタグつけております。で、QR コードも載せております。こちらですね、スマホで読み取っていただくとですね、この2つのハッシュタグがついた状態で、すぐにツイートできる状態に実はなっておりますので、そういった意味でですね、皆さんのツイートですね、今リアルタイムに監視しているんですけども、ぜひぜひそういったところでもですね、一緒に盛り上がっていけたら嬉しいです。でですね、私先ほどコミュニティ周りのお仕事をしているというふうに申し上げましたけども、デブレル、ご存知ない方もいるかもしれないんですけど、デベロッパーリレーションズですね、開発者とのより良いその関係性の構築を目指したマーケティング手法のことなんですけども、そちらのコミュニティの運営などもプライベートでやっております。で、一昨年かな、モストデブレルコミッターというですね、賞を受賞したりですとか、あとテックフィードという技術メディアのキュレーションサイトがあるんですけども、そちらのですね、公式のデブレルエキスパートとしても活動をしておりますので、ぜひぜひお見知りおきください。で、何度も申し上げておりますけども、こちらのセッションですね、コメントですとか QA ですとか、大歓迎ですので、ぜひ、気軽にですね、リアクションしていただいたりだとか、あとはですね、ツイートだったりとか、コメントいただけると大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。で、本日のアジェンダこんな感じになってます。はい、技術者の学習状況、効率の良い学習とは、コミュニティに参加しよう、マイクロソフトランの進め、最後にまとめですね、あとコールトゥアクションですね、皆様に期待する次のアクションについてですね、お話しさせていただければと思います。で、先ほど、右上にっていうふうに、ご説明差し上げましたけども、ほとんどのスライドでこちらの QR コードだったりとか、ハッシュタグの情報を載せさせていただいておりますので、ここはちょっとコメントしたいなというふうに思ったらですね、ぜひ QR コードを読み込んでいただけると嬉しいです。先ほどですね、からですね、ツイッターの方を見ていてですね、早速1件、ツイートしてくださった方がいたのでですね、いいねとリツイートを今しがた、させていただきました。こんな感じでこうリアルタイムね、せっかくライブでやるので、皆さんと一緒にこれできればいいなと思っているのと、なかなかね、他のセッションは事前収録とかだったりするので、そういったインタラクション性のある、なかなかこう、今オンラインになってしまってインタラクション性がですね、なくなってしまっているんですけども、そういったのをなるべく担保しながら進めていきたいななんて思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。コメントの方もいただいておりますね。ありがとうございます。はい。では、早速です。技術者の学習状況についてお話ししていきたいと思います。はい。技術者の学習状況ですね。こちら、いろいろそういった情報を私、普段からこうチェックしていて、皆さんどうやって普段勉強してるんだろうな、みたいな感じの情報をこう調べているんですけども、こちらはですね、2020年のIPA、よく皆さんもご存知かと思います。基本情報とか応用情報とか、あとスペシャリスト系の資格とかもね、そういったのを提供しているところだったりするんですけども、IPA のですね、IT 人材白書2020からデータをこう引っ張ってきましたと。
今、結構皆さんはですね、書籍、雑誌だったりとか、ウェブ上での情報収集をメインに学習されているというような情報がですね、ここに出てきてますね。ですね、ここですね。で、ここで先端 IT 従事者と、先端 IT 非従事者というふうに分かれているんですけども、先端 IT 従事者の方は、下の方にちょっと書いてます。データサイエンスだったりとか、AI、人工知能、IoT、デジタルビジネス、エクステック、AR、VR、アジャイル開発、デブ、オプス、自動運転、あとはマースとか 5G とかブロックチェーンとか、比較的ちょっと、一部ではバズワードっぽくね、取り扱われるものもあったりとかするかなとは思うんですけども、やっぱり比較的新しい、技術を、お仕事としてご担当されている方々が、先端 IT 従事者で、それ以外がですね、先端 IT 非従事者というような、カテゴライズがされている、こちらの、アンケート図ですね、複数回答が確かできるようになっていてですね、ほとんどの方が、書籍、雑誌による学習、あとはウェブ上での情報収集でお勉強されているそうです。心当たりある方結構いるのかな。そういった形で勉強しているよという方、ぜひリアクション機能で手を挙げていただけると嬉しいんですけども、どうでしょう、皆さん。ちょっと見てみようかな。手を挙げてくださる方いるかな。あ、いらっしゃいます。いらっしゃい。すごい、すごい、すごい、すごい。たくさん。いいっすね、いいっすね。皆さんすごい、すごいセッションに参加していただいてありがたいですね。すごい、すごい、すごい、すごい。もう20人近くの方が手を挙げていただいてありがとうございます。やっぱり、そうですよね。ちょっと後でもうちょっと質問させていただきたいなと思うんですが、ありがとうございます。手を挙げていただいた方、下ろしていただいても結構です。ありがとうございます。やっぱり、こういった形で学習されている方多いですよね。私もこういった学習方法を使うこと結構多々あったりとかしてですね、納得のいくグラフだなとか思いながら見ておりましたと。なんですけど、なんでしょうね、こういった学習って基本的にインプットに当たるかなと思うんですけど、書いてある通りですね、センター IT 従事者約70%がインプットを中心に学習しているというデータでしたと。本当に図の通り、図というか、この、なんでしょう、グラフの通りというか、こんな感じですね。で、時点で人気なのが、これですね、e ラーニングとか資格取得、研修、セミナーへの参加ですね。なんでしょうね、いろいろこのグラフを読み解いていくとですね、企業が把握しやすいコンテンツがやっぱり好まれる傾向があるんですよね。勝手に勉強してるのは不可視というか、なかなかそういったの見てもらえないし、なんか会社の方で資格取得制とか、この e ラーニングを期日まで受けろとか、そういったのが、指示が飛んでるのかななんて思ったりしているので、やっぱり把握しやすいコンテンツが時点で高いですね。50%まではいかないんですけど、30%台後半ぐらいですね。先端 IT 従事者の方でも、そのぐらい、好んで使われているということであります。で、これ2020年のデータをベースにしたので、ちょっと新しいのも調べたんですけど、2021年、去年ですね、のデータでもやっぱり同様の結果でしたと。この時にですね、コメントがありがとうございます。クラウドデベロッパーチャンネルですね。YouTube 大変勉強になります。ありがとうございます。そうですね、クラデベという、しかもリンクまで貼っていただいて、もしご興味ある方ですね、マイクロソフトの開発者向け公式 YouTube で、クラデベというのがございますので、ぜひチャンネル登録などしていただければと思います。唐突にですね、コマーシャルをぶち込んでいくスタイルで、今、ちょっとお送りしてますけども、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい。で、一方、不人気なのは、どれかというとですね、これもグラフに書いてある通りです。一方ですね、勉強会やコミュニティ、学会活動やコンペティションへの参加、あとはアプリやプログラムの実装、施策などは、あんまり好んで使われていないようなんですよね、学習に対して。ここ、なんでだろうなと思ってですね、ちょっと皆さんに質問したいなと思っております。クエスチョン。なぜアウトプットしないと思いますかですね。この QR コードも、ハッシュタグの QR コードなので、ぜひ、皆さんのご意見をですね、聞いてみたいななんて思っております。ですね、ツイートでも結構ですし、この QA のチャット欄に、書いていただいても結構です。和樹太田さんありがとうございます。先端 IT なのにインプット元がそんなにあるんですね。いや、そうみたいなんですよ。やっぱりあれなんですかね。とりあえずよくわからないから、ちょっと待ってください。You will be unable to come off of mute and ask questions. Please place any questions you have in the chair. なんて言ってるんだありがとうございます。ですね、ぜひ皆さん、なんでアウトプットしないと思うのか、全然合ってなくても大丈夫なので、ぜひ、チャット欄にですね、ちょっとアウトプットするのに気が引ける理由
っていうんですかね。そういったのをぜひ伺いたいななんて思っているんですけど、いかがでしょうか。ちょっとあれですかね、発言するのが、あれですかね、まあ、怖いとは言わないんですけど、なかなか気が引ける感じですかね。今、書いてある英語をですね、ディープエール先生で翻訳してますね。あ、なるほど、なるほど。ご質問はチャットにお願いしますと。ありがとうございます。かずきさん、ありがとうございます。そうですね、ちょっと私、英検3級なもんでね、なんかはい。皆さんツイートもありがとうございます。これなんでインプット中心の学習になっちゃうんでしょうね。なんかアウトプットってなんでそんな気軽にできないんでしょうっていうのをちょっと聞きたいななんて思ったりしてます。ありがとうございます。いいですね。認識が間違っていたら嫌だから。いいですね、いいですね。あとは、自分の書こうとしている記事が他に誰かが出していたらどうしようかというのがちょっとあります。ありがとうございます。すごく良い回答ですね。ツイッターの方も来てるかな。アウトプットする時間がない。あと、日本人だと、アウトプットでの間違いを恐れるパターンが多い。なるほど。素晴らしいですね。ありがとうございます。ご回答いただいた方。やっぱり、そこら辺気になる感じですよね。ちょっと後でまた、掘り下げていきたいな、なんて思ってるんですけど、ありがとうございます。自分の出した記事が間違っていることを恐れるから、はい。必要な時間が、インプット、アウトプット。アウトプットの方が大なりってことですね。だから、マイクロソフトランデーオンラインに参加したいけど、時間が合わないです。なるほど、なるほど。マイクロソフトランデイオンラインっていうのはですね、ジャパンマイクロソフトランユーザーグループが、定期開催、月1ぐらいですかね、で開催しているコミュニティイベントのことですね。3週目から4週目の土曜にやってるコミュニティですよね。なるほど、時間が合わない。なるほど。すでに参照できるインプットがウェブにあるのだから、あえて出さなくてもいいかなと。すいません、皆さん、本当に、まだまだご意見ありがとうございます。Hello, does this session have it in English? No, this session is only Japanese, sorry. インプット中心になりがちなので、なるべくインプット、アウトプット3対7の割合になるように心がけています。素晴らしい。ありがとうございます。ここら辺、ちょっと答えが出てきましたね。私のセッションでもちょっと触れようかと思っております。OK さん。Yeah, you're welcome. ぜひ、日本語を勉強していただけると嬉しいなと思います。ありがとうございます。確かに間違いが怖いですね。皆さん本当にありがとうございます。確かにでも、それはありますよね。インターネットの海に、その自分の意見を放流していくと、なんだろうな。これ間違ってますよ、とか、場合によっては、ほら、ツイッターとかでもよくあるじゃないですか。もう顔が見えないコミュニケーションだから、結構強めな、語気強めにこう、否定しちゃって、ちょっとこう、なんだろう、萎縮しちゃうというか、なんか刺されるの怖いな、みたいな。なんか自らこう刺されに行くようなネタを放り込むの怖いな、みたいな。多分そんな感じかな。はい。参加前に事前にアウトプットを求められただけでモチベーションダウンすることがあります。ありがとうございます。なるほど、なるほど。でも確かにあるかも。私もね、前職の時に、なんかこう大きい展示会とか行くことあるじゃないですか、お仕事で。なんかちょっとなんだろうな、気分はウキウキしてるんだけど、帰ったらレポート書かなきゃいけないみたいな。レポートめんどくせえなって感じで、一生懸命こう写真撮ったりとかね、関係者と名刺交換したりとかして、なんかこう自分で能動的にやるというよりかは、なんか能動的にやりたかったんだけど、いろいろこう宿題を与えられて、少しなんか気分が下がるというか、モチベーションが下がる感じで行って、なんかこう義務的な感じで、なんだろうな、展示会に参加するとか、そういう感じですかね。すみません、サナさんありがとうございます。先ほどですね、海外の方がいらしたみたいで、英語の方で回答させていただきました。英語だったかなとは思うんですけど、ありがとうございます。で、ツイッターの方も追加できてるかな。まさかりおじさんの存在も怖いよね。前世だとアウトプットする主体となるアカウント運用すら推奨されていなかったです。確かにそうですね。未だにひょっとするとあるかもしれないですね。そういった外部にNDA とかの都合で、情報を流してくれるなみたいな、そんなのもあったかもしれないですね。アウトプットしないと忘れちゃうからわからない。もうこれはもう、かずきさん、日々アウトプットしまくってる側の人間なので、もはやそのアウトプットしないし気持ちがわからないみたいな、もう達観してますね。素晴らしいですね。ありがとうございます。じゃあちょっと次のスライドに行きたいなと思います。はい、効率の良い学習とは、もう散々お話が出ていますけども、効率のいい学習ってじゃあ何だろうなと考えたときにですね、ですね、最近よくこすられてるんですけど、こういったラーニングピラミッドっていうのがあるんですよね。
確か武井さんが、数日前に、ご自身の、コミュニティイベントでもこういった話されていたような気がするんですけど、このラーニングペア、ウィキペディアからちょっと情報を持ってきたんですけども、ですね、保持率っていうのは、その、記憶だったりとか、その学習の定着率ですね。そうです。と、はい、ありがとうございます。学習の定着率のことを指してるんですけども、この数字自体にはですね、あまり、なんでしょう、具体的なその根拠っていうのがないらしいんですけども、なんかこれを見ると、ある程度やっぱ腹落ちしますよね。講義を聞く。皆さん学生だった時代、生徒だったりとか学生だった時代あったかなと思うんですけども、私もそうですね。大学とかで普通にこう講義聞いてて、ただ聞いてるだけだと全然こう、頭に入っていかないというか、こう、右からこう左に抜けていくみたいな。そんなことがすごくよくあったかなと思うんですけど、実際に自分の手を動かしたりだとか、アウトプットすると、やっぱりこう記憶の定着率というか、なんかインプットされたものがこう自分の言葉に咀嚼されていくというか、そういったアクションをする、咀嚼していくアクションをすることによって、理解度がめちゃめちゃ深まってですね、いつでもこう自分の引き出し開けて取り出せるようになるみたいな、そんな感じのことをこのピラミッドで表していますね。なので、書籍や雑誌だとかウェブで期待できる学習効果って、いいとこ20%程度らしいんですよ。これちょっともったいないですよね、単純に。なんかこう、なんだろうな。皆さんだって学習したいっていうモチベーションで、始めているのに、せっかく学習しても、効果が20%って言われたらなんかやる気なくしませんか？僕だったらだいぶやる気なくしちゃうなと思うんですけど、だったらなんか違う方法をやっぱり検討しないといけないななんてやっぱ思ったりするわけなんですよ。そうですよね。ラーニングピラミッド、私のセッションでも以前取り上げさせていただきました。武井さんありがとうございます。そうなんですよ。せっかくやるんだったらよりその効果のあるというか、学習効率のいい方法でやりたいよねって普通は思うわけですよね。ただやっぱ楽なのかもしれないですね。インプットだけって。さっき皆さんにご回答いただいたですね、その間違いが怖い。要はアウトプットして、人目にさらすと、まさかり飛んでくるだとかっていうのがあるので、なかなかちょっとこう、なんだろうな、腰が重いと言いますか、アウトプットせずに、なんとか学習を完了させたいみたいな思いがきっと皆さんの中にあると思うんですよ。私も同じような感じなので、その手間をなるべくかけずに効果的にって言うんですけど、実は効果が一番薄いっていうね、そういったジレンマを抱える形になってしまうんですけど、やっぱりそういったのがあるみたいなんですよね。で、効率のいい学習、やっぱりこう、なんでしょう、今お話をさせていただいたようにですね、その学んだことを実践するだとか、他の人に教えるとか、すぐに使用するっていうのがいいらしいです。ブログとかね、書いたりするのすごくいいらしいですよね。やっぱり、なんて言えばいいんでしょうね。読んだだけとか、調べただけっていうよりかは何かアウトプットをすると。で、アウトプットするのはこういった登壇形式でもいいと思いますし、一番手っ取り早いのはもう全部自分のタイミングでできるそのブログだったりがいいのかなと思いますと。で、ですね、やっぱり、なんて言えばいいんですかね。先ほどその学生時代の話をさせていただいたんですけど、例えば学生の時、数学、皆さん何かしらの形でお勉強したかなと思うので、数学に限らずですけど、例えばこう公式とかあったじゃないですか。中学校2、3年の時になんか解の公式みたいなのを覚えた気がするんですけど、なんでその公式になるのかみたいなところから、勉強して、しっかり公式を覚えて、で、この問題の時はその解の公式を当てはめると回答が出るみたいな感じで、みんな実はこう、反復訓練みたいなものをしていたんですよね。実際その解の公式っていうのを見てバッて眺めて、わかった、みたいな。いきなりテストでできるかって多分できないんですよね。だから皆さん学生時代にそういったインプットアウトプットサイクルを実際回しているんですよね。例題解いたりとかして、その仕組みとか使い方を、例題を解いたりとかして、実際にアウトプットをしてきたわけなんですよ。皆さん学生時代に実はもうやっていたんですよね。なので、やっぱりアウトプットは重要だよねというところですね。我々は、当時のその学生時代だったりとかのことを思い出していくわけですよ。その書かれたブログとか本っていうのはですね、その書いた方、書いた筆者のアウトプットですよね。で、我々はそれをインプットしている形になるのかなと思いますと。で、特に本人にとっては最強のカンニングペーパー、作りましたよね。定期テストの前とかね、受験の時にこう自分が弱い分野の内容を集め、例えば英単語帳とかでもこう自分がなかなか覚えられない英単語をこう一生懸命書いて、裏に日本語を書いてみたいな。もしくはこう赤シートで隠してみたいな。最近だとアプリとかでできるらしいですけど、そのアプリとかで、その隠して出して、隠して出してみたいな感じで、こう反復してこうインプットアウトプットをしてこう勉強していったわけなんですよね。だから、ブログ書くのはもう、カンニングペーパーだったりとか、と同じなわけですよね。で、それをインプットだけするから学習効率が悪いんですよね。アウトプットしないから。自分のカンペまで落とし込まないから。
なので、ブログ書きましょうというところをここで言いたいなというふうに思っております。そうですね、ブログもうすでに書いてある方は、この感覚すごくよくわかると思いますし、あとこれですね。ベテランな方になればなるほどですね、なんだっけこれ、思い出せない。なんか昔やった気がするんだけどな、ちょっとググってみようみたいな感じでパパパーってググったら自分のブログがヒットするみたいなね。結構あるらしいんですよ。私もそういった経験ありますし、自分が、要は人間のその記憶力って本当に曖昧なもので、一回、覚えたものを忘れるっていうのは、日常茶飯事というか、それが脳の正常な機能なわけですよ。なので、例えば皆さん書籍雑誌とか読むじゃないですか。で、ウェブでわーって調べるじゃないですか。多分それすぐ忘れますよ。すぐ忘れちゃいます。身にならないですね。だから学習効率低いっていうことになる。そこにつながるのかなというふうに思います。なので、何かしらの形でブログだったりとか、もうちょっと極端なこと言うと、他の人の目にさらされないブログでもいいかなと思います。日記的に書いていくみたいなのでもいいと思います。ただ、それがもし間違ってた場合は、間違った状態でずっと保持する形になっちゃうんですよね。なるべく外部にアウトプットを出して、有識者のそのフィードバックだったりとか、インプットをもらって、自分のその持ってる知識をアップデートしていくっていう流れを作るのがいいのかななんて思っております。そう。なので、ブログ書いて、時折、思い出したように見てですね、ひょっとするとコメントついてるかもしれないんで、最新こうなってるんだとか、そういったのをですね、見ながら、インプット、アウトプットサイクルを回していくのがいいのかなって思いますね。素晴らしいですね。コメントありがとうございます。ライトニングトークのような小さなアウトプット、ライトな感じで始めたいですね。なかなか最近できていません。いや、本当、私もそうなんですよ。なかなかね、こうアウトプットする時間が取れないなと、先ほどね、質問への回答でもそうなんですけども、なかなかできないっていうのがあるので、そうですね、ライトニングトークって5分のショートセッションなんですけども、こう45分もあるので、9倍かと思って、9倍。何話そうみたいな感じでちょっと悩んでたんですけど、本当に小さなアウトプットでもいいと思うんですよ。で、今ってオンラインなので、アーカイブとかの動画も残せるんで、時折こう見返したりしてね、で、YouTube のコメント欄とか眺めたりとかしてですね、こう、知識をどん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 アップデートしていくっていうのはすごく良いことかなというふうに思います。今ちょっとブログに、かなり限ってですね、お話をさせていただいたんですけども、あと何分だろう。ですね、このセッション14時半から始まったので、間もなく、あとでも15分しかないんで、結構まだスライドあるな。ちょっとスピード上げていきます。はい。で、効率の良い学習とは何ぞやというところなんですけども、今、先ほどですね、プログラムでアプリの実装にかかってくるかな。そのためのそのブログ、そのためというか、そのアウトプット先でのブログの投稿や書籍の執筆みたいなことをお話しさせていただいたんですけども、他にも技術コミュニティやテクノロジーカンファレンスへの参加、学会やコンペティションへの参加というふうに書かせていただいたんですけども、これって要はここだよね、みたいな感じですよね。先ほど見た、あまり、学習で使われていないところですよね。話が元に戻っちゃったよっていう感じがね、少ししないでもないんですけど、やっぱりここの部分をよりやっていくことがですね、効率の良い学習に、巡り巡ってつながっていくんだなというのをご理解いただけたかなというふうに思います。これちなみに知ってますか？パワポの機能でここに埋め込みとかできるらしいんですよ。最近私も知ったんですけど、ぜひ使ってみてください。はい。そうですね。ブログの投稿や書籍の執筆。で、私がですね、お勧めしたいのがですね、とはいえ、いきなりブログ書くって結構大変じゃないですか。で、先ほど津久井さんがですね、コメントいただいた通りなんですけども、私がお勧めしたいのはですね、もっともっとライトに、こちらですね、技術コミュニティやテクノロジーカンファレンスへの参加です。まさに今、皆さん、テクノロジーカンファレンスに参加しているので、こちら、できているんじゃないのかななんて、そういうふうとても思いますね。普段のね、なんでしょう。例えばマイクロソフトっていう会社がこう大々的にやってるこういったビルドっていうイベントだけじゃなくてですね、その技術のファンの方がやっているような、その技術コミュニティなんかにもですね、通っていただくのが良いのかななんて思ってですね、それをご利用し、この後ご利用していきたいななんて思っております。ツイッターの方もコメントありがとうございます。ですね、いろいろ出てますね。つまずいた時に自分が過去に書いたブログがヒットするあ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 る。相当ありますね。絹朝さんありがとうございます。おなりもプログラマーかも、書いたブログや本が本人にとっての最強のカーニングペーパー。確かに納得で見返すのにちょうど良いんですよね。いや、本当そうなんですよ。学生時代やってたことをですね、社会人になって急にやめるってちょっとよくわかんないんですよね。見るだけで全部記憶に入るんだったら、多分みんなものすっごいなんか学歴高いんじゃないかな、みたいなふうに思います。もう私ね、覚えても覚えてもね、もうすぐ抜けていくタイプの人間なので、何度も何度もこう反復で覚えたりしたことを、自分でこう書いてて思い出しましたね。あと、ジュンさんですね。
学生時代は反復的になんか解いてて学習してるのこと。はい。Y は授業中その場で宿題解いてた。もうこれはすごく優秀な方ですね。間違いないですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと先に進んでいきたいと思います。はい、コミュニティに参加しよう。これ、写真がですね、マイクロソフトベース代官山ですね。当時まだ、COVID は来てなくてですね、こういったオフラインで皆さんで集まってワイワイお勉強していた時の写真になってます。もう少しするとね、ハイブリッド化してですね、きっと、こういった、マイクロソフトベースなんかも今全国にありますので、オープンしていてですね、また皆さんとこの、COVID になる前のようにですね、勉強会などできるんじゃないかなと思います。コメントありがとうございます。やっぱりアウトプットの継続化質を高めるんですね。最近多いのはエビデンスをプロジェクトごとに保管してますが、疑似問題の解決を探すのに見つからない、自身の技術ノートがあればカンニングが簡単です。いや、本当そうなんですよ。なかなかこう仕事でね、アウトプットとか皆さんされると思うんですけど、当時の資料とか漁っていくと、結構階層が深かったりして、なんか見つけたいものを見つけられないみたいなのがあったりするので、そういったのはやっぱり個人で保持しておくべきですね。もちろん NDA に触れないように。自分が学んだことをプロジェクトでアウトプットするのもいいんですけど、当然こういろいろ覚えたことがあるので、それをもう少しこう汎用的な形で自分の中に持っておくみたいなものはすごく大事かなと思います。あと、アウトプットが進まない理由として、所属企業はアウトプットの重要性を理解できていないのではと思うことがあります。アウトプットの重要性を所属企業側が理解して推奨してくれると、アウトプットのハードルも一つ下がりそうです。いや、まさにそうですね。私も前職時代、同じような経験をしてですね、たくさんアウトプットしてきたんですけども、なんかそれがこう、じゃあそれいくらなのみたいな、になってしまってですね、なかなか厳しいなと思った記憶があります。ただ、あれですね、一つここで、この後もお話ししていこうかと思うんですけども、アウトプットって、外に出してるその個人に紐づくので、例えば案件だったりとかが、そのブログを見た方から直接来るだとか、あとはアウトプットしてると、自分が何者であるかっていうのをですね、常にオープンな状態にしておけるんですよね。そうするとですね、例えば社内のプロジェクトにおいても、お前なんかこういったの書いてるから、ここ得意だよな、みたいな形でですね、自分が好きでやってることはそのまま仕事に結びつく、なんてこともですね、実際私もありました。後ほどまたお話ししたいなと思います。はい。じゃあちょっともうちょっと駆け足でいきましょうかね。これ14時半まででしたっけ、私のセッションって。14時半までかな15時15分ですね。やっぱあと15分ぐらいしかないな。はい。あまり時間がないので駆け足でいきたいなと思います。コミュニティですね。コミュニティとはですね、ランだったりとか、ナレッジシェアリングプラットフォームだと私は思っています。そのアウトプットをするための土台みたいなふうに捉えていますね。で、コミュニティといっても一口にコミュニティといってもいろいろあってですね、共通の関心軸をもとに、そういった技術に興味がある方がですね、集まって、ナレッジをシェアしたりだとか、学び合うような場所というふうに認識しています。で、まさに、今皆さんにやっていただいているんですけども、私がこのように、メインでお話しさせていただいてるんですけども、こういったのをですね、SNS で実況していただいたりだとか、チャットでコメントいただいたりだとかってするだけでもですね、とてもフィードバックになりますし、今みんなでこのセッションを作ってるっていう、こう一体感がすごくあっていいですよね。僕、この直前までめちゃめちゃ緊張していたんですけども、今、まだ終わってないですけど、まだこのセッション終わってないですけど、本当にこれやってよかったなっていうふうに、やってよかったな、やってよかっやって良いなと、やって良いってちょっと日本語ですけどっていう気持ちが、すごく感じますね。なるほど。会社の名前でブログをやっていいのかというところからですね。ここら辺もね、許可取るとか大変だったりとかすると思うので、やっぱ会社のタグがついたりとかするので、まずは個人から始めるっていうのはいいのかなと思いますね。で、それを会社の中で、いや、こういったブログ書いたんだよね、みたいな、定例会議とかあったりするじゃないですか、会社の中で。なので、ぜひこういったのを、新人教育とかにも多分使えると思うので、ぜひ使ってくださいみたいな感じで、こう、進言していくみたいなアクションがあると、より良いかもしれないですね。貢献度もすごく上がるし、周りからの評価も良くなるんじゃないかなというふうに思います。アウトプット、ノットイコール、仕事の成果になるから、会社内ではなかなか難しい。そうですね。やっぱり自分の時間でやるのが大事なのかなと思う。最初は、認めさせてさえしまえば、その後はすごく楽になるんですけど、そのためにはね、ある程度こうネタをストックしておかないと難しかったりとかするので、まずは、自分でやってみるっていうのが大事かなと思います。はい。ごめんなさい。ちょっと、スライドに戻らせていただいてですね、自分の常識や誰かの非常識、積極的に貢献すると登壇機会が得られるかもと。この中にはもうすでにコミュニティの運営されてたりとか、登壇経験のある方も多数いらっしゃるかなと思うんですけども、やっぱり前段にありましたよね。いきなり登壇しますって言って登壇された方もいると思うんですけど、それよりも前にある程度の貢献をしてるから、この人に喋ってほしいみたいな、そういったこう関係値ができたりするんですよね。その関係値ができてようやく登壇機会が得られてですね、